こんにちは、つんです。前回に引き続き収納ルームツアー。今回は洗濯機周り洗面所トイレ編です。100均収納アイデアや買ってよかった家事楽便利グッズ、プチストレスを解決してくれた簡単な DIY など、まとめて一気にご紹介するので少しでも参考になれば嬉しいです。で、動画内で紹介しているアイテムやより詳しい過去の動画は概要欄に載せておくので、合わせてご覧ください。はい、まずはリビング手前のトイレから。なんてことない普通のトイレです。床はもともとクリーム色のクッションフロアだったんですけど、気に入らなかったので、置くだけフロアタイルで DIY をしました。これ本当に置くだけで、テープも糊も不要なので、いつでも簡単に剥がせます。壁もね、本当は色を変えたくて、ペンキを塗るか壁紙を貼るか結構悩んでいるんですが、なかなか決められなくて今に至ります。背面にある戸棚は結構位置が高くって、上段は背伸びをしても奥まで手が届きません。で、取っ手付きのケースを探したんですが、ちょうどいいサイズが見つからなかったので、100均の焼き網でバスケットを作りました。おかげで無事に脚立を出さなくても取れるようになりました。他は特にこだわりがあるわけじゃないんですが、トイレ掃除のウェットシートは乾きやすいのでタッパーに入れています。確かこれは IKEA のですね。使い捨てトイレブラシは100均のケースに入れています。これ割と匂いがするので蓋付きを使っています。で、トイレブラシの本体は手洗いシンクの下に。で、トイレ用ワイパーはこれ前に動画でもご紹介していますが、汚れたシートに触れずに捨てられるっていうカインズのトイレ用床ワイパーを使っています。これは引っ掛ける穴が開いていないので、セリアの突っ張り棒にかけられるツールフックでシンクの縁に引っ掛けています。あと、今は使っていない人も多くなったと思うんですけど、トイレマットは洗濯が面倒でやめました。トイレ用のスリッパも布製をやめて EVA 樹脂のサンダルを使っています。これは無印なんですけど、最近は100均にもありますよね。トイレ掃除のついでにささっと拭けばいいし、汚れが気になって洗ったとしても布製と違って拭けばほぼ乾くので本当に楽です。もう布製には戻れません。はい、そして癒し要因の姫の写真を入れているのは IKEA のフレーム。壁紙用のコマンドフックで飾っています。コマンドフックは綺麗に剥がせるし穴も開けないので、賃貸の方でも安心して使うことができます。はい、お次は洗面所です。こちらもよくある一般的なマンションの洗面所で、これ入居時に撮った動画なんですけど、洗濯機周りに全く収納がありませんでした。そんな時に便利なのはやっぱり突っ張り棚ですよね。だけどこのままでは見た目があれなので、ホームセンターで木材をカットしてもらって木工用ボンドでくっつけてカバーを作り、突っ張り棚の上に乗せています。詳しい作り方は過去に動画でもご紹介しています。これネジも釘も使ってないんですけど、9年以上壊れずに使えています。下から覗くとこんな感じですね。S 字フックもかけられるので、これが結構便利です。ちなみにバスケットは IKEA で、中には洗濯バサミを入れています。はい、そして防水パンのこの隙間も収納に使いたくて、同じくホームセンターで木材をカットしてもらい、木工用ボンドでくっつけてカバーを作りました。今はこの排水ホースカバーって市販でも買えますよね。だいたいいつも探してる時は売っていなくって、作った後に発売されるパターンが多いんですよね。なんででしょう。で、これ以前ご紹介した時に洗濯機の振動でガタガタしませんかっていうご質問をかなり多くいただいたんですけれども、我が家はガタガタすることはありません。はい、こうして目立たく収納を置けるようになったので、ニトリのマルチ収納を4段重ねて載せています。ここには洗濯ネットや下着、石鹸のストックなどを入れています。そしてその上に載せているのは100均のウェットシートボックス。ペット用のウェットシートを入れています。これはパチンと気持ちよく閉まるし、見た目も100円とは思えないクオリティで気に入っています。
はい、そしてこちらも何度も紹介しているんですが、セリアのアイアンバーですね。100均の超強力マグネットで洗濯機にくっつけてクロス掛けにしています。これも9年以上使っていますが、錆びたりもしていません。100円でこれだけ使えたらほんと十分ですよね。はい、で、時計は無印の駅の時計ミニです。小さくてシンプルで無印らしいデザイン。裏面はマグネットになっています。はい、そして洗面台はこんな感じで、こちらもファミリータイプのマンションによくあるなんてことない洗面台。残念ながら予算の関係で洗面所はリノベができず、既存の扉や床の色が好みではなかったので、扉にはリメイクシートを貼りました。選んだシートは3月のリアテック。ほんとリアルな木目でシートとは思えないクオリティです。さすが3月。そして床はトイレと同じく置くだけフロアタイルを敷いています。ほんと扉は貼るだけ、床も置くだけ。DIY 初心者に優しいアイテムが続々登場していて嬉しい限りです。そしてずーっと気になっていたクリーム色の壁紙もやっと今年重い腰を上げて貼り替えました。壁紙を貼るのはちょっと難しかったんですけど、白い壁紙にして洗面所が明るくなりました。貼ってよかった。さらに数ヶ月前、これはステンレスパネルのシニオンも貼りました。動画でもご紹介していますが、これはタイルのような見た目なのに磁石がくっつくんです。要は壁をマグネット仕様にできるアイテムということですね。磁力もバッチリです。これ人気すぎて完売が続いているそうですね。動画もかなり反響がありました。我が家は洗面台の左右に貼って、左側には夫の電気シェーバーと3COINS の歯磨き粉ディスペンサーを浮かせています。そして右側は壁紙を貼り直した時にタオルハンガーを撤去してしまったので今何もないんですけど、浴室乾燥機を入れている間だけシャンプー類のボトルをくっつけて置いています。ちなみにこれは下から出るマグネットディスペンサー。下から出るので最後まで使い切れるし、液だれもしません。それまで使っていたポンプタイプに感じていたプチストレスはこれに変えたことでだいぶ解消されました。最近は泡タイプも出たみたいですね。ニトリや楽天、アマゾンでも購入できます。はい、そして右奥に置いているのは猫のうんち袋。驚異の防臭袋ボスを使ってるんですけど、S サイズの1箱分が100均フルアウトボックスのロングに気持ちいいほどシンデレラフィット。もちろん1枚ずつ取り出せます。掃除用のスポンジは 3COINS のシンクにくっつくキッチンスポンジを半分にカットして使っています。だいぶ変色して黄色くなっちゃいましたが、白いスポンジはそういう運命だから仕方がないですね。ガラスやシンクにピタッとくっついてホルダー不要で浮かせられるところが便利です。はい、そして洗面台下の収納をざっくりご紹介すると、一番下の引き出しはハンガー類。真ん中はメイク用品のストックやポーチなど、ちょっと雑然としているのでここは要見直しです。一番上はメイク用品。無印のデスク内整理トレイで仕切っています。で、洗面台下は観音開きで、右の扉の裏は100均のワイヤーネットを吊るして掃除道具などを収納しています。ここで使っている収納グッズはすべて100均で購入しました。本当に100均様々です。そして左側の扉の裏も100均グッズを愛用中。ダイソーのマグネットタイプ傘立てでヘアアイロンと櫛を収納しています。扉にはマステと両面テープでトタン板を貼ってマグネットがつくようにしました。こちらもシニオンに貼り替えようかなと一瞬思ったんですけど、見えないところだし落ちる気配もなく使えているのでこのままにすることにしました。はい、そして洗面台下の真ん中はこんな感じです。年に1回マンションの排水管清掃があるので、排水管周りが簡単に開けられるように収納は左右で分けて置いています。基本的に洗剤類は詰め替えていないんですけど、袋のままだと使いにくい粉類の洗剤、重曹クエン酸セスキだけは100均の洗剤ボトルに詰め替えています。で、たまにご質問いただくこのステンレスの収納ラックは20年ほど前にディノスで購入したものです。20年間一度も壊れず比較的綺麗な状態なので特に不満なく使い続けています。
使用頻度が高い洗剤はさっと取れるようにケースには入れずラックに乗せた状態で使っています。で、左側は無印のケースに洗剤やデンタル用品のストックなどを収納。特に使いにくいと困っていることもないので、ここは入居して10年近く一度も見直していないかもしれません。それにしても観音開きがあまり好きじゃないので、いつかまたリノベする時があったら次は引き出しタイプにしたいです。はい、そしてお次は洗面台の鏡裏収納。一番右は私のスペース。基礎化粧品やメイク用品を収納しています。以前の動画でご紹介していますが、使っている収納アイテムはここもほぼ100均です。軟膏と毛抜きを入れている小さなケースはダイソーのコスメ収納ホルダースリム。で、この字ラックとして使っているのは皆さんご存知、100均のスチール製のブックエンド。100均のマグネットでくっつけています。重ねる幅で左右のサイズを調整できるので便利です。で、メイクブラシを入れているケースはキャンドゥのクリアシンプルケースペンスタンドミニ。ブラシがガチャガチャして使いにくかったので、100均の仕切り板を組み合わせてブラシの仕切りを作りました。少し前にこの作り方を TikTok に投稿したら結構反響があって嬉しかったです。はい。で、マスカラなど細長いコスメはダイソーのティータイムラックに収納しています。斜めになっているのでぐんと取り出しやすくなりました。で、その上にわずかな隙間が残ったので、ここには突っ張り棒にブックエンドを差し込んで、ちょっとした小物が置ける薄い棚を作りました。で、真ん中は夫と2人で使うスペース。ティッシュや歯ブラシ、整髪料などを入れています。で、夫がコロナになった時に、歯磨き粉は共有しない方がベターと聞いて、歯磨き粉は1人1つ、歯ブラシを置く位置も離しました。で、今もなんとなくそのままになっています。で、扉の裏には100均のスイングケースに細かいところの掃除に使うリペアスティックを入れています。ここはマグネットがつかない場所なのでマグネット補助板を貼っています。で、一番左はドライヤーと夫のもの。夫は特にこだわりなくただ置いてるだけですね。洗面台横には既存の細い収納棚があって、下には猫用品、あと上には洗剤類を収納しています。ここは姫のトイレ置き場に近いので、一番下には猫のトイレグッズを、姫がうんちをした時に一歩も動かず拭けるようにしました。毎日のトイレ拭きはトイレットペーパーを使っているんですが、そのトイレットペーパーを入れているケースも100均です。これはダイソーのロールペーパーケース。裸のまま置いておくよりも使いやすいかなと思います。で、その上の棚にはタオル類。バスタオルは1人3枚ずつで、買い時を迎えたものからミニバスタオルに変更中です。で、その上は日々キッチンなどで使うハンドタオルをまとめて収納しています。で、確か今まで一度も紹介したことないと思うんですけど、ドア裏の壁にはラダーラックを立てかけています。これ引っ越しの時に暫定でここに置いたら、ドアを開けるとちょうど隠れて見えなくなるってことで、思いのほか便利でそのまま定着しちゃいました。洗面所は姫のトイレがあるので、基本的にずっと開けっぱなしなんですよね。見えないだけに放置してきたけど、今回撮影してみて壁にタオルハンガーを取り付けちゃってもいいかなとぼんやり思い始めています。やるかどうかはわかりませんが、で、ちなみにラックにはお風呂場や洗面台を拭くマイクロファイバークロスなどをかけています。はい、今回の収納ルームツアーは以上です。本当はね、リビングやキッチンもご紹介したかったんですけど、思ってたよりも長くなってしまい、編集が間に合いませんでした。すいません。今後、LDK のルームツアーも投稿予定なので、チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。コメントやご質問もお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。